赤いろうそくと人魚。人魚は南の方の海にばかり住んでいるのではありません。北の海にも住んでいたのであります。北方の海の色は青ございました。ある時岩の上に女の人魚が上がって、辺りの景色を眺めながら休んでいました。雲間から漏れた月の光が寂しく、波の上を照らしていました。どちらを見ても限りない、ものすごい波がうねうねと動いているのであります。なんという寂しい景色だろうと、人魚は思いました。自分たちは人間とあまり姿は変わっていない。魚やまた底深い海の中に住んでいる気の荒いいろいろな獣などと比べたら、どれほど人間の方に心も姿も似ているかわからない。それなのに、自分たちはやはり魚や獣などと一緒に冷たい暗い気のめいりそうな海の中に暮らさなければならないというのは、どうしたことだろうと思いました。長い年月の間、話をする相手もなく、いつも明るい海面を憧れて暮らしてきたことを思いますと、人魚はたまらなかったのであります。そして月の明るく照らす晩に、海面に浮かんで岩の上に休んで、いろいろな空想にふけるのが常でありました。人間の住んでいる町は美しいということだ。人間は魚よりもまた獣よりも人情があって優しいと聞いている。私たちは魚や獣の中に住んでいるが、もっと人間の方に近いのだから、人間の中に入って暮らされないことはないだろうと人魚は考えたのであります。その人魚は女でありました。そして子供を身ごもっていました。私たちはもう長い間、この寂しい話をするものもない北の青い海の中で暮らしてきたのだから、もはや明るい賑やかな国は望まないけれど、これから生まれる子供にこんな悲しい頼りない思いをせめてもさせたくないものだ。子供から別れて一人寂しく海の中に暮らすということは、この上もない悲しいことだけれど、子供がどこにいても幸せに暮らしてくれたなら、私の喜びはそれに勝ることはない。人間はこの世界のうちで一番優しいものだと聞いている。そしてかわいそうなものや頼りないものは決していじめたり苦しめたりすることはないと聞いている。一度面倒を見始めたら決してそれを捨てないとも聞いている。幸い私たちはみんなよく顔が人間に似ているばかりでなく、胴から上は全部人間そのままなのであるから、魚や獣の世界でさえ暮らされるところを見れば、その世界で暮らされないことはない。一度人間が手に取り上げて育ててくれたら、決して無慈悲に捨てることもあるまいと思われる。人魚はそう思ったのでありました。せめて自分の子供だけは賑やかな明るい美しい町で育てて大きくしたいという情から、女の人魚は子供を人間のいる地上に産み落とそうとしたのであります。そうすれば自分はもう二度と我が子の顔を見ることはできないが、子供は人間の仲間入りをして幸福に生活をするであろうと思ったからであります。
遥か彼方には、海岸の小高い山にある神社の灯火が、ちらちらと波間に見えておりました。ある夜、女の人魚は、子供を産み落とすために、冷たい暗い波の間を泳いで、丘の方に向かって近づいてきました。海岸に小さな町がありました。町にはいろいろな店がありましたが、お宮のある山の下に小さなろうそくを商っている店がありました。その家には年寄りの夫婦が住んでいました。おじいさんがろうそくを作って、おばあさんが店で売っていたのであります。この町の人や、また付近の漁師がお宮へお参りをするときに、この店に立ち寄って、ろうそくを買って山へ登りました。山の上には松の木が生えていました。その中にお宮がありました。海の方から吹いてくる風が、松の梢に当たって、昼も夜もゴーゴーとなっています。そして毎晩のように、そのお宮に上がったろうそくのほかげが、ちらちらと揺らめいていますのが、遠い海の上から望まれたのであります。ある夜のことでありました。おばあさんはおじいさんに向かって、私たちがこうして暮らしているのも、みんな神様のおかげだ。このお山にお宮がなかったら、ろうそくが売れない。私どもは、ありがたいと思わなければなりません。そう思ったついでに、お山へ登ってお参りをしてきます。と言いました。本当に、お前の言う通りだ。私も毎日、神様をありがたいと、心でお礼を申さない日はないが、つい用事にかまけて、たびたびお山へお参りに行きもしない。いいところへ気がつきなされた。私の分もよくお礼を申してきておくれ。と、おじいさんは答えました。おばあさんはとぼとぼと家を出かけました。月のいい晩で、昼間のように外は明るかったのであります。お宮へお参りをして、おばあさんは山を降りてきますと、石段の下に赤ん坊が泣いていました。ああ、かわいそうに。捨て子だが、誰がこんなところに捨てたのだろう。それにしても不思議なことは、お参りの帰りに私の目に留まるというのは何かの縁だろう。このままに見捨てていっては、神様の罰が当たる。きっと神様が私たち夫婦に子供のないのを知ってお授けになったのだから、帰っておじいさんと相談をして育てましょう。と、おばあさんは心の内で言って赤ん坊を取り上げると、おー、かわいそうに、かわいそうに、と言って、家へ抱いて帰りました。おじいさんは、おばあさんの帰るのを待っていますと、おばあさんが赤ん坊を抱いて帰ってきました。そして、一部始終をおばあさんはおじいさんに話しますと、はあ、それはまさしく神様のお授け子だから、大事にして育てなければ罰が当たる。と、おじいさんも申しました。二人は、その赤ん坊を育てることにしました。その子は、女の子であったのであります。そして、胴から下の方は、人間の姿でなく、魚の形をしていましたので、おじいさんもおばあさんも、話に聞いている人魚に違いないと思いました。これは、人間の子じゃないが、と、おじいさんは赤ん坊を見て頭をかしげました。私もそう思います。しかし、
人間の子でなくとも、なんという優しい、可愛らしい顔の女の子でありましょう。と、おばあさんは言いました。いいとも、なんでも構わない。神様のお授けなさった子供だから、大事にして育てよう。きっと大きくなったら、利口ないい子になるに違いない。と、おじいさんも申しました。その日から二人は、その女の子を大事に育てました。子供は大きくなるにつれて、黒目がちな美しい、髪の毛の色のつやつやとした、おとなしい利発な子となりました。娘は大きくなりましたけれど、姿が変わっているので、恥ずかしがって顔を出しませんでした。けれど、一目その娘を見た人はみんなびっくりするような美しい器量でありましたから、中にはどうかしてその娘を見ようと思ってろうそくを買いに来たものもありました。おじいさんやおばあさんは、うちの娘は内気で恥ずかしがり屋だから、人様の前には出ないのです。と言っていました。奥の間でおじいさんはせっせとろうそくを作っていました。娘は自分の思いつきで、きっと絵を描いたらみんなが喜んでろうそくを買うだろうと思いましたから、そのことをおじいさんに話しますと、そんなら、お前の好きな絵を試しに描いてみるがいいと答えました。娘は赤い絵の具で、白いろうそくに魚や貝やまた海藻のようなものを生まれつき誰にも習ったのではないが上手に描きました。おじいさんはそれを見るとびっくりいたしました。誰でもその絵を見るとろうそくが欲しくなるように、その絵には不思議な力と美しさとがこもっていたのであります。うまいはずだ。人間ではない。人魚が描いたのだもの。と、おじいさんは感嘆しておばあさんと話し合いました。絵を描いたろうそくをくれと言って、朝から晩まで子供や大人がこの店先へ買いに来ました。果たして絵を描いたろうそくはみんなに受けたのであります。するとここに不思議な話がありました。この絵を描いたろうそくを山の上のお宮にあげて、その燃えさしを身につけて海に出ると、どんな大嵐の日でも、決して船が転覆したり、溺れて死ぬような災難がないということが、いつからともなくみんなの口々に噂となって上がりました。海の神様を祀ったお宮様だもの。綺麗なろうそくをあげれば、神様もお喜びなさるのに決まっている。と、その町の人々は言いました。ろうそく屋では絵を描いたろうそくが売れるので、おじいさんは一生懸命に朝から晩までろうそくを作りますと、傍らで娘は手の痛くなるのも我慢して赤い絵の具で絵を描いたのであります。こんな人間ではない自分をもよく育て可愛がってくださったご恩を忘れてはならない。と、娘は優しい心に感じて大きな黒い瞳を潤ませたこともあります。この話は遠くの村まで響きました。遠方の船乗りやまた漁師は神様に上がった絵を描いたろうそくの燃えさしを手に入れたいものだというので、わざわざ遠いところをやってきました。そして、ろうそくを買って山に登り、お宮に参拝して、ろうそくに火をつけて捧げ、その燃えて短くなるのを待って、またそれをいただいて帰りました。だから、夜となく昼となく、山の上のお宮には、ろうそくの火の絶えたことはありません。ことに夜は、美しく灯火の光が、海の上からも望まれたのであります。本当にありがたい神様だという評判は世間に立ちました。それで急にこの山が名高くなりました。神様の評判はこのように高くなりましたけれど、
誰もろうそくに一心を込めて絵を描いている娘のことを思うものはなかったのです。したがってその娘をかわいそうに思った人はなかったのであります。娘は疲れて、折々は月のいい夜に窓から頭を出して、遠い北の青い青い海を恋しがって涙ぐんで眺めていることもありました。ある時、南の方の国からヤシが入ってきました。何か北の国へ行って珍しいものを探して、それをば南の方の国へ持って行って金を儲けようというのであります。ヤシはどこから聞き込んできましたか、またはいつ娘の姿を見て本当の人間ではない、実に世にも珍しい人魚であることを見抜きましたか。ある日のこと、こっそりと年寄り夫婦のところへやってきて、娘にはわからないように大金を出すからその人魚を売ってはくれないかと申したのであります。年寄り夫婦は最初のうちは、この娘は神様のお授けだからどうして売ることができよう、そんなことをしたら罰が当たると言って承知をしませんでした。ヤシは一度二度断られても懲りずにまたやってきました。そして年寄り夫婦に向かって、昔から人魚は不吉なものとしてある。今のうちに手元から離さないと、きっと悪いことがある。と、まことしやかに申したのであります。年寄り夫婦は、ついにヤシの言うことを信じてしまいました。それに大金になりますので、つい金に心を奪われて、娘をヤシに売ることに約束を決めてしまったのであります。ヤシは大層喜んで帰りました。いずれそのうちに娘を受け取りに来ると言いました。この話を娘が知ったとき、どんなに驚いたことでありましょう。内気な優しい娘は、この家を離れて幾百里も遠い知らない暑い南の国に行くことを恐れました。私はどんなにも働きますから、どうぞ知らない南の国へ売られていくことを許してくださいまし。と言いました。しかしもはや鬼のような心持ちになってしまった年寄り夫婦は、何と言っても娘の言うことを聞き入れませんでした。娘は部屋の内に閉じこもって一心にろうそくの絵を描いていました。しかし年寄り夫婦はそれを見ても、いじらしいとも哀れとも思わなかったのです。月の明るい晩のことであります。娘は一人、波の音を聞きながら、身の行く末を思うて悲しんでいました。波の音を聞いていると、なんとなく遠くの方で、自分を呼んでいるものがあるような気がしましたので、窓から外を覗いてみました。けれど、ただ青い青い海の上に、月の光が、果てしなく照らしているばかりでありました。娘はまた座って、ろうそくに絵を描いていました。するとこの時、表の方が騒がしかったのです。いつかのヤシが、いよいよその夜、娘を連れに来たのです。大きな鉄格子のはまった四角な箱を車に乗せてきました。その箱の中には、かつて虎や獅子や豹などを入れたことがあるのです。この優しい人魚も、やはり海の中の獣だというので、虎や獅子と同じように取り扱おうとするのであります。もしこの箱を娘が見たら、どんなにたまげたでありましょう。娘はそれとも知らずに、下を向いて絵を描いていました。そこへおじいさんとおばあさんとが入ってきて、さあ、お前は行くのだと言って連れ出そうとしました。娘は手に持っているろうそくにせき立てられるので絵を描くことができずに、
それをみんな赤く塗ってしまいました。娘は赤いろうそくを自分の悲しい思い出の形見に2、3本残していってしまったのです。本当に穏やかな晩でありました。おじいさんとおばあさんは戸を閉めて寝てしまいました。真夜中頃であります。トントンと誰か戸を叩くものがありました。年寄りのものですから耳さとく、その音を聞きつけて誰だろうと思いました。どなたとおばあさんは言いました。けれどもそれには答えがなく、続けてトントンと戸を叩きました。おばあさんは起きてきて、戸を細めに開けて、外を覗きました。すると、一人の色の白い女が戸口に立っていました。女はろうそくを買いに来たのです。おばあさんは少しでもお金が儲かるなら決して嫌な顔をしませんでした。おばあさんはろうそくの箱を出して女に見せました。その時、おばあさんはびっくりしました。女の長い黒い髪がびっしょりと水に濡れて月の光に輝いていたからであります。女は箱の中から真っ赤なろうそくを取り上げました。そしてじっとそれに見入っていましたが、やがて銭を払ってその赤いろうそくを持って帰っていきました。おばあさんは明かりのところでよくその銭を調べてみますと、それはお金ではなく貝殻でした。おばあさんは騙されたと思うと怒って家から飛び出してみましたが、もはやその女の影はどちらにも見えなかったのであります。その夜のことであります。急に空の模様が変わって近頃にない大嵐となりました。ちょうどヤシが娘を檻の中に入れて船に乗せて南の方の国へ行く途中で沖合にあった頃であります。この大嵐ではとてもあの船は助かるまい。とおじいさんとおばあさんはふるふると震えながら話をしていました。夜が明けると沖は真っ暗でものすごい景色でありました。その夜ナンパをした船は数えきれないほどでありました。不思議なことに赤いろうそくが山のお宮に灯った晩はどんなに天気が良くてもたちまち大嵐になりました。それから赤いろうそくは不吉ということになりました。ろうそく屋の年寄り夫婦は神様の罰が当たったのだと言ってそれっきりろうそく屋を辞めてしまいました。しかしどこからともなく誰がお宮にあげるものか、毎晩赤いろうそくが灯りました。昔はこのお宮に上がった絵の描いたろうそくの燃えさしを持ってさえいれば決して海の上では災難にかからなかったものが、今度は赤いろうそくを見ただけでもそのものはきっと災難にかかって海に溺れて死んだのであります。たちまちこの噂が世間に伝わると、もはや誰も山の上のお宮に参拝するものがなくなりました。こうして昔あらたかであった神様は今は町の鬼門となってしまいました。そしてこんなお宮がこの町になければいいのにと恨まぬものはなかったのであります。船乗りは沖からお宮のある山を眺めて恐れました。夜になると北の海の上はとこしえにものすごうございました。果てしもなくどっちを見回しても高い波がうねうねとうねっています。そして岩に砕けては白い泡が立ち上っています。
月が雲間から漏れて、波を照らしたときは、まことに気味悪うございました。真っ暗な、星も見えない雨の降る晩に、波の上からろうそくの光が漂ってだんだん高く昇って、山の上のお宮を指して、ちらちらと動いていくのを見たものがあります。幾年も経たずして、その下の町は、滅びてなくなってしまいました。ということで、今日のお話はこれでおしまい。また聞きに来るといい。待ってる。それじゃあ、またね。